山本太郎さんは確かにね、労働者の星になる可能性ありますね。政権交代に山本太郎さんも政権交代のなんであると思いますが、多分来年の参院選でも令和伸びますね。僕の予想ですけど。僕の予想だと多分立憲民主党は何もポイントが稼げず、議席は今度は減る側に回り、今回議席というか投票者数でいくと、立憲民主党そんなに増えてないんですよ。確か 8% とか増えたかな。で、国民民主党は 100% ぐらい増えているみたいなので、自民党がめっちゃ減ってるっていうのなんですけど、今の流れでいくと、多分自民党は結構労働者向きの政策をやっちゃう気がするんですよ。国民民主党と組んで103万円の壁壊しますっていうのをやりますっていうので、やりました。で、労働者としては割と豊かになったよね。で、その後立憲民主党が言ってる130万円の壁、これもじゃあ乗りますって言ってやって、で、そうすると労働者が幸せになった時に、それは国民民主党がやったことなのか、立憲民主党がやったことなのかっていうのを認識する人は政治家マニアだけです。一般的には社会システムよくわかんないけど、石破さんがやってくれたんだっていうぐらいの認識なんですよ。野党が頑張った結果、与党が通したよねみたいなのを分かる人って、マジ政治家マニアで偏差値60以上ですだけなんですよ。ちなみに僕この偏差値60以上って言い方をするんですけど、国民の 15% ぐらいしか理解しないという意味でわざと言ってます。偏差値というのは50が真ん中で、50以上の人、50以下の人がちょうど 50% なんですよ。で、偏差値60っていうのが国民の 15% ぐらいの人で、政治家の名前を10人以上言える人、これ多分ね、偏差値60以上なんですよ。昔の政治家で田中角栄とか入れればそうだけど、現役の政治家を10人以上言える人って多分ね、政治マニアだけだと思うんですよね。僕は政治番組とかに出るし、ニュースとかも見るのが割と趣味で見るので、多少政治家の名前分かりますけど、でもね、自民党のね、大臣経験者の名前、だから前回でいくと多分15人とか大臣いると思うんですけど、多分5人も言えないんじゃないかな。っていうぐらい、基本的には僕も興味ないんですけど、世間の人は興味ないと思うんですよ、政治家って。なので、立憲民主党、国民民主党の区別をついてる人もそんなにいないっていう。っていうところでいくと、自民党はひょっとしたらいろいろ頑張ってるよね、石破さんっていうイメージで、立憲と国民民主党が出した案を通すんですけど、結果として石破さんがポイントアップ。で、立憲民主党、国民民主党でいくと、国民民主党はなんか国民民主党が頑張ってるらしいぞ、不倫してるけど、みたいなところで、党としてはランクアップ。玉木雄一郎さんは多分イメージが下がるんですけど、で立憲はね、顔が見えないからね、なんかうまくやったとしても立憲の成果だよねっていう風にならないんじゃないかなって気がします。はい。日本の30人1人が令和を比例票に入れることに驚愕している闇バイトより怖い。いや、だから僕、トランプ旋風と一緒で、割と令和の山本太郎さんが言ってることというのは、ありなんじゃないかなと思ってるんですよね。聞き分けが良すぎる国民というのは、むしろ搾取される側なんですよ。聞き分けがいいんだったら、政府予算はできるだけ多くして、政治家の権限を増やして、政治家の給料を高くした方がいいよねっていう風になるんですよ。なので、国民というのは聞き分けは悪くなるべきなんですよ。だからフランスとかすぐデモするからね。なんかのためにムカついたって言ってデモして、大暴れして、電車が止まったりとか、交通が止まったりとかなるんですけど、政治家がいろいろ困ってなんとかやりくりして、予算を通して、ここの予算だけは通すとか、これはじゃあもう諦めて妥協するっていうのをやりくりするんですよ。でもやりくりしないと、どんどん予算は増えるんですよ。僕が知る限り、国家予算で、1、2年減ったとかあると思うんですけど、長期的にどの国も国家予算というのは増え続ける構造なんですよ。で、僕が知る限り、税率は基本的には上がり続けるんですよ。もちろん個人の所得税を下げる代わりに、でも法人税が上がりましたみたいな、シーソー的なものもあるんですけど、基本的にやっぱインフラですとか、政治家の給料ですとか、社会保障ですっていうのは、基本的にはずっと右肩上がりなんですよ。昔の日本人っていうのは、じゃあ、胃ろうみたいなものっていうのは保険出ないよねとか、歩けなくなったらもう終わりだよねとかっていうのだったんですけど、今だと病院にいればいくらでもお金出します。生きてる限り年金も出しますっていうような形で、どんどん負担は増えていくんですよ。で、それが当たり前だよねっていう形になってしまうので、どんどん政府予算増えるので、なのでどちらかというと、政府にできないことをやらせようとするという人が出てこないと、庶民の負担っていうのはどんどん増えちゃうんですよね。なので、多分令和の人たちって消費税 0% ってどうやってやるか考えてないんですよ。いいんです、考えなくて。なんとかするから。アメリカとかもそうなんですよ。こうするんだって言って、アメリカって途中で予算がなくなって、アメリカ政府今週消防署動きませんとかやるんですよ。
いろんなこう予算は決まってる中で大統領がバンバン金使ったりとか、台風が来ましたとかでいろんな予算使っちゃって、追加の予算を認めてくれないと消防署動きませんっていうので、でも追加の予算に共和党は賛成しませんみたいなのがあって、じゃあもう今週給料払えないじゃんみたいなのが起こるんですよ。そういうもんなんです。なので、みんながみんな聞き分けが良くて、政府の人たちとか政治家の人たちが、これが必要ですって言われると、ああ、必要なんだ、じゃあ払わなきゃって言って、ずっと取られ続けるっていう。っていうところの方が、実は庶民の生活っていうのは苦しくなるので、なので、令和が票を集めるのは僕の中ではまあそうなるだろうねってトランプ旋風と同じようなものなんじゃないかなと思ってます。前回も言ったんですけど、セクハラ問題をなかったことにするのか、ちゃんと受け止めて戦うのかっていうところで、多分この先大きな道が変わると思っていて、結局そのセクハラ問題ってネット上でまだ一部言われてるだけで、多分一般的には言われてないと思うんですよ。なので分からないので、このままほっといても多分逃げ切れるんですよ、今回は。ただ、一回逃げ切ってセクハラをなかったことにしてしまったというのは、ずっと情報として残り続けるんですよね。なので、その状態で令和が、じゃあ本当にそれなりの議席数を抱えていけるのかというと、信者を騙すぐらいだったら、議席数で言ったらこう5とか10とかいけると思うんですよ。でもじゃあ、それなりにこう議席を取って国政政党としてポジションを取れるようなレベルまでいくのかっていうと、やっぱりそのセクハラ放置して逃げ切ったよねっていうのになると、やっぱり女性票も得られないし、弱者に対していかがなものかと考える男性票も得られないと思うので、なのでそこは今回、セクハラ問題があったよねと認めて、それに対して行動するということ自体はマイナスだと思うんですけど、でも長期的にはそのマイナスを受け止めて対処するという方が僕は必要なんじゃないかなと思うんですよね。僕よく反令和って言われがちなんですけど、投票権あったら投票してたよねっていうの、僕、令和の人でいたんですよね。全く動けないまま国会議員に当選した方がいらっしゃったんですけど、A レースで。この人投票権あったら僕投票したかったよねって言ってるんですけど、そういう意味で、さらに奇抜なことをやってたりするので、僕結構ね、令和のね、行動パターンは好きなんですよね。令和新選組の長所と短所をひろゆきさんの見解で教えてください。山本太郎さんが好きな人には向いている。山本太郎さんが嫌いな人には向いてない。なので、令和新選組という名前なんですけど、結果として山本太郎党なんですよね。例えば立憲民主党とかって、立憲民主党的な考え方ってあるじゃないですか。で自民党も自民党的な考え方があって、自民党の党首が誰になろうと、自民党的な方針はあまり変わらないじゃないですか。令和新選組だと山本太郎さんだし、NHK 党だと立花隆さんだし、っていう感じで、党首の考えがイコール党の考え方。なので、党首に逆らったら、もうこの党にいられないよねっていう状況が変わらないっていう意味でいくと、やっぱり党首のワンマンっていうのがあるんじゃないかなと思いますけど、自民党だと自民党の党首と揉めたとしてもずっと自民党にいられたりするので、そういうその幅の広さっていうのが必要かなって考えるんですけど、でもそう考えると共産党も中小企業ですよね。C さんに逆らうといられないらしいんで。なのでそういう意味でいくとやっぱりワンマンインディー政党の枠に共産党は構造的に入っちゃうのかなと思いますけど。来年の参院選どうなりますか？自民党は僕の予想だと結構その103万円の株を超えるとか130万円の壁を超えるとかやって、石破さんそれなりに頑張ってるじゃんっていうのになって、増えもせず減るもせずぐらいで、国民民主党はちょっと増える。立憲民主党はなんか何もしてないじゃんというイメージであんまり伸びない。令和は伸びる。多分、日本保守党も伸びるかな。ミニ政党の方が尖ったことを言ってるので、言ってることはありだよねっていう形で伸びるっていうパターンかなと思います。はい。だから参政党も伸びるんじゃないかな。だからミニ政党は NHK 党以外は結構伸びるかな。で、共産党も伸びる。尖ったことを言った方が伸びるんですよね。言ってること自体は確かに一理あるよね。実現できるところは別にして、でも言ってることは応援したいっていうところで。なので野党はそこそこ伸びて、立憲民主党以外は伸びてっていう感じかなっていう気がします。はい。維新は落ちるかな。大阪万博がスタートですよね。2025年。多分大阪万博客そんなに来ないよねっていうので、赤字だよねっていうのがあって、国がこれぐらいお金出してるよねっていうのになって、維新一人負けっていう。で、公明党もちょっと減るとか、そんな感じかな。社民党はね、相変わらずね、一人ぐらいいるんじゃないかなと思います。はい。っていう感じで勝手な想像しています。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。